私たちは今、実に様々な生活様式の中で暮らしています。住むところも着るものも、そして食べることでさえもその例外ではありません。例えば、日本まで着物を着て日本料理を食べるといった様子は、私たちにとってかなり珍しい風景になってしまいました。と言っても、やはりそこは日本人、主食に米は欠かせません。そして魚を調理し、醤油や味噌で味付けする。これは日本人が昔から繰り返してきた食生活の基本です。ではここで、現代に生き続けている伝統的な日本料理の典型として、懐石料理の世界を覗いてみることにしましょう。懐石という字は懐の石と書きます。禅の修行僧が温かい石を懐に入れて一時の空腹をしのいだということから出た言葉で、後で抹茶をおいしく飲むための軽い食事なのです。つまりお茶をする時の食事ですから、招かれた人たちも招いた人も気心の知れた仲間内、挨拶を交わし合ったりして堅苦しいようにも思えますが、実は打ち解けた和やかな食事の場なんですね。懐石料理では亭主、つまり主人自ら給仕や接待を務めます。客を居心地よくもてなすためには人任せにせず、自分自身で動き心を配るという茶の湯独特の温かいもてなしなのです。懐石料理の献立は一汁三菜、つまり飯に汁、それにおかずが3つという簡単な料理内容ですが、煮物焼き物というように一品ずつ適当な間を置いて出されます。懐石料理は今から400年ほど前の安土桃山時代に茶の湯の世界に現れました。その当時は形式的で贅沢な料理が多かったのですが、一汁三菜という言葉でもわかるように、素朴で合理的な様式を持った新しい料理として誕生したのです。まずお椀の蓋を両手で取り上げ、飯椀の蓋に汁椀の蓋をかぶせて重ねます。もともと狭い茶室で食べるもので、なるべく場所を有効に利用しようというわけなんでしょうね。懐石料理は自由に会話を交わしながら料理をおいしく味わう、人と人との触れ合いの場です。そうした和やかな雰囲気をさらに盛り上げ、料理をよりおいしく味わうためにお酒が出されます。木の杯はこぼれやすいので、お敷の中に置きます。足りますか？
酒をいただいたら酒の魚の向こう漬けを食べ始めます。こうしてゆったりと飲んだり食べたりしている間に亭主は次の準備ができるわけなんです。何かなと思ってますけど。爆弾じゃないでしょうか。そうですね。島ですね。そうですね。これは花きゅうりですね。頃合いを見計らって亭主は煮物椀を運びます。このようにうまく間を取りながら温かいものは温かいうちに食べてもらう、これも大切な懐石料理の心です。先ほどのね、若狭口ですね。おはようございますか。もう美味しく頂戴いたしました。いかがでしたか。本当に美味しかったですね。献立はその季節季節の新鮮な材料、いわゆる旬の自然な持ち味を生かすように工夫されています。中でも煮物は一番のごちそうと言われています。ご飯のおかわりは亭主に任せないで客が自分でします。その間亭主は召し継ぎと一緒に持ってきた盆で汁のおかわりに立ちます。亭主と客の合理的な連携動作と言えるでしょう。和やかに酒を勧め合い話が弾みます。この焼き物の鯛は一見普通の姿焼きですが、実は背骨から小骨に至るまで抜き取ってあります。食べづらくて客が困らないようにというさりげない心遣いなのです。またいかがです。どうも数々にも本当に頂戴いたします。しかしいかがです。ちょっといっぱいで一つ。十分頂戴いたしましたが、どうですか。それでは、はい、いきます。もう十分。はい。この辺りで座の気分を変えるため陶器の銚子と杯を持ち出して進めますが、銚子はそのまま預けどっくりとして客の自由に任せます。女性客がお酒に弱ければとっくりの中身はお酒以外の飲み物でも構いません。それでは皆さん、ここで亭主は一旦別室に下がります。お酒は客と一緒に食べてもいいのですが、客だけで気兼ねなく自由に楽しんでもらおうという茶の湯独特の心遣いです。勝手でまたご紹介しますから。ありがとうございます。はい、どうぞごゆっくり。焼き物が現れる頃には向こう漬けは食べ終わっていますから、焼き物は向こう漬けの皿に取り分けます。限られた器をなるべく有効に使おうというわけです。し魚は一汁三菜以外にもう一品どうぞという亭主の心尽くし。ここでも飯碗の蓋が取り皿代わりにうまく使われています。
飯と汁に始まってお酒が入り、適当な感覚を保ちながら進んできた懐石料理。考えてみれば西洋料理のコースに驚くほどよく似ていますね。いっぺんにたくさんのお膳が並ぶ豪華な茶の湯の料理をこのような様式に改めたのは千の利休だとされています。ちょうど今のような醤油が現れ始めた400年くらい前のことでした。その頃利休が椎茸を醤油で煮しめて茶を振る舞ったという話が伝わっていますが、醤油で味付けすることは当時としてはとてもモダンなことだったのです。モダンさといえば、温かい料理を一品ずつ進めるというのも大変斬新な考え方。自由都市堺の出身だった利休は古い考えにとらわれず、このようなコースによる料理の給仕法を南蛮人から取り入れたのかもしれません。魚の頭など食べきれないものは懐紙に包みます。懐紙は器を清めたり食べ物を包んだりするのにとても都合よく、お茶の世界にはなくてはならないものです。空になった器は亭主が下げやすいように給仕口へ返しておきます。こうした約束事は単に形式ばった作法ではなく、現代にも十分活かせる心遣いでしょう。吸い物は俗に箸洗いとも言って、口の中をさっぱりとさせるため酸味を効かしてあります。八寸は八寸四方の白木の盆に盛られた酒の魚。ここで亭主客ともども魚を取り回し、酒を酌み交わしながら一層食べる楽しさを味わうのです。亭主は正客から酒をいただいた後、その杯を借りて次客に勧めます。次客が飲み干し、杯を拭っている間に亭主は正客の魚を取り分けます。見ていても気持ちのいい無駄のない動きです。次に亭主は三客から継いでもらいます。こうして杯が亭主と客との間を往復して千鳥掛けのように進むところから千鳥の杯とも言います。一つの杯で酒を酌み交わしながら膝を突き合わせてくつろいだ雰囲気を楽しむのです。料理も香の物と湯継ぎで最後。湯継ぎはおこげに熱湯を注ぎ、薄い塩味をつけたもので、おこげでさえも粗末にしないという心の表れです。これを残ったご飯にかけ、香の物でお椀の中を拭いながら食べきってしまいます。
食べ終わったら懐紙で清め、亭主が運びやすいように重ねます。それでは皆さんご用意よろしいですか。最後に食べ終わったことを知らせるため、正客に倣って箸を一斉にお敷の中に落とします。私たちは懐石料理から現代の食卓にも通じる多くのことを見出したようです。適切な間で運ばれる料理の数々、それは料理の味もさることながら、亭主と客相互の思いやり、もてなす心ともてなされる心との触れ合いが何よりのごちそうだったということです。人と人との触れ合いの楽しみを食べる、それが懐石料理の心なのです。ビルの谷間に残された緑、ここは東京のとある料亭です。懐石料理の洗練された味わいは料亭の料理にも大きな影響を与えてきたのです。テーブルの上に並べられた料理、そして座椅子に座った客、日本料理を食べる間もかなり西洋風になり、今ではおなじみの情景になっていますが、それとともに作法も少しずつ変わってきています。ですから日本料理の作法といっても形式にこだわるのではなく、人に不愉快な思いをさせない、粗相をしないという基本点に注意すればいいのではないでしょうか。例えばこのもずくのように汁気の多いものは器ごと持った方が食べやすく、味もよく通っておいしいのです。刺身のわさびは直接身につけた方が香りも逃げず、双方の味がよくわかります。吸い物椀の蓋は左手でしっかりとお椀を持ちながら取る方が安全です。日本料理とワイン、近頃では洒落た取り合わせですね。姿焼きにした魚はこうしてあらかじめ身をほぐしておくと食べやすいものです。もちろん左手を添えても構いません。食べ終わったら骨はこのように包んでおくか、一箇所にまとめておくと見苦しくありません。食べる楽しさを壊さない心遣いと言えるでしょう。今は食生活、住宅環境など昔とはまるで変わっています。昔から伝わってきた日本料理の作法も現代には通用しなくなった部分もあるでしょう。といっても
作法すべてが不必要になったわけではありません。懐石料理のように給仕する時や食べる時に見られる無駄のない合理的な動き、そして主人と客が一体となって食べる場に和やかな空気を醸し出そうとする心、これらは私たちの食卓にも残していきたいものです。心を通わせながら食べ、飲み、しゃべり、そして笑う食事の場、それは人生でも最も楽しいひとときではないでしょうか。